プラテクニック。愛はカッティングマットにある。ニッケログの提供でお送りいたします。皆様、こんにちは。前回に引き続き、ランナーを活用する方法をご紹介いたします。3回目となる今回は、余ったランナーを再成形して自作パーツの作り方をご説明いたします。ヘアアイロンにランナーを直接挟んで溶かすとプラバンを作ることができます。このプラバンの厚さはだいたい1ミリくらいで、いびつな部分は切り落として使います。このランナーからプラバンを作る方法は一時期流行っていたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。昔からランナーをプラバンに加工する試みにチャレンジする人はちらほらいました。一例ですが、溶剤で溶かして固めたり、フライパンやホットプレートで溶かしたり、電子レンジやオーブンで溶かす猛者なんかもいました。しかし、どれも結果はあまりいいものではなかったように見受けられました。その中でヘアアイロンで作る方法は、プラバンの出来もさることながら、コスト面から見ても画期的だと言えます。ただ、溶かしてプラバンが作れるなら、型取りをしたくなるのが心情ではないでしょうか。このプラバンと型は、いびつな部分をナイフで切り落とすのが面倒になって試作したものです。試作で作った型だったのですが、紙やすりの当て木代わりにちょうどいいので割と重宝しています。型にはまった状態のこちらは、冒頭のカエルが持っていた剣です。平面的ではありますが、ランナーをこんな感じに型取りすることができます。このように今回ご紹介するのは、動画のタイトル通りランナーを再成形するテクニックです。型の作り方から作った型を使って一定の形にするまでをご紹介いたします。では実際に作っていきましょう。まずは型の作り方から。型の材料は厚紙とマスキングテープです。最初に作れる大きさの上限を把握するため、厚くなるプレート部分のサイズを計測します。このヘアアイロンは幅が 22mm、縦 113mm でした。プレートのサイズに合わせ、厚紙の大きさを決めます。すでに計測済みなので、用意している厚紙は幅 40mm、縦 110mm にしています。幅の線を引いておきます。端数は切り捨てて 20mm の枠を描きました。この枠内にデザインを描いていきます。左右に余白が結構できるのですが、この余白が重要になります。厚紙の型を使ってランナーをヘアアイロンでプレスした時に、流動化したプラスチックが流れ広がるのですが、幅の余白が狭いと、プラスチックが型を押し広げてしまい、型が変形してしまいます。厚紙の幅だけ広くしているのは、型の変形を抑えるための余白を作るためです。デザインは、剣に合わせて盾を作ろうと思います。2つ型取りして接着するつもりなので、半分だけ描いています。デザインを描くときは、成形するときに目減りすることを考慮して、多少大きく描くといいかと思います。半分だけなので分かりづらいかもしれませんが、ラージシールドのような短い縦のデザインにしてみました。デザインが描けたらナイフでくり抜きます。カーブを描いた形状のカットには玉線刃がおすすめです。パーツに厚みが欲しい場合は厚紙を重ねます。
用意した厚紙は 0.5mm なので重ねることで型を取ると 1mm 弱の厚みになります。1mm じゃないのと思いますよね。この後の工程で少し厚みが増すため 1mm にはなりません。弱です。くり抜いた形をガイドにして重ねた厚紙の方もカットします。動画もカットしました。次は厚紙にマスキングテープを貼っていきます。最初にくり抜いた断面を覆うように貼っていきます。玉線部分はマスキングテープを短冊状に裂いて折り込みます。デザインナイフの背や腹を使って圧着させています。断面を覆うとこんな感じになりました。あとは厚紙が露出している部分を覆っていきます。マスキングテープを貼ることで溶けたプラスチックが型にくっつかないようにします。厚紙が露出している箇所があるとプラスチックがくっついて型がボロボロになります。ただ入り組んだ部分を完全に覆うのは難しいのである程度で大丈夫です。全体をマスキングテープで覆うとこのようになりました。型の完成です。型作りで肩が凝ったので少し息抜きにお付き合いください。ご視聴されている方の中には紙なんかで型が務まるのか燃えるんじゃないのと疑問に思われる方もおられると思います。この型取りの方法は髪の毛が燃えないなら厚紙も大丈夫でしょって試したらできました。紙の発火点は詳しく調べることはできませんでしたが条件次第で450度まで耐えるようです。バーベキューや焚き火で大活躍の燃やされ界のエースこと新聞紙の発火点は291度です。あんなに薄い新聞紙でさえ291度もあります。厚紙が新聞紙以下ってことはないでしょう。ヘアアイロンの温度は180度なので長時間加熱しない限り燃えることはないと思われます。ちなみにプラモデルのスチロール樹脂は100度程度で流動化が始まり発火点は282度です。新聞紙以下です。サウナにプラモデルを持ち込むと溶けるのでしょうか。私気になります。それでは作った髪型を使ってランナーを再成形していきましょう。材料となるランナーは型に並べやすいように棒状にしておきます。タグや分岐の切れ端も使えるので捨てずに取っておきましょう。この工程からヘアアイロンを使います。成形時にはやけどに注意しましょう。またプラが溶ける時に微量ではありますが有害なガスが発生します。換気も十分に行ってください。ヘアアイロンに髪型をセットしてランナーを型に置いていきます。プラが溶けた時空いた部分に流れるのでギチギチに敷き詰める必要はありません。置き終わったらスイッチを入れてからヘアアイロンで挟みます。結束バンドなどで開かないように軽く固定しておきます。温度が固定のヘアアイロンはだいたい180度なので温度設定機能がある場合は180度にしておくと良いかと思います。温度が上がるまでしばらく待ちます。5分ほど待ちました。温度が上がってプラが溶けてきたので型の隙間にプラが流れるように手でプレスします。溶け具合が甘い場合は 1,2 分ほど間を置いてからこの作業を行ってください。プレスするときはやけどをしないように軍手やタオルなどで手を保護して行ってください。電源を切ります。
ヘアアイロンのスイッチは内側にあるので、頑張って内側のスイッチを切るか、コンセントを抜きましょう。あとは、がっしり固定して、ヘアアイロンの温度が冷めるのを待ちます。ニッケは、こんな感じで固定していますが、固定さえできれば、何を使っても構いません。7分ほど待ちました。素手で触って熱くなければ OK です。もし、冷める前にヘアアイロンを開いてしまうとプレートにひっついて、形が歪んだり、表面がいびつになるので注意しましょう。最悪の場合、ヘアアイロンのプレートが外れます。これで1台壊しました。型からパーツを外します。型が紙なので、しならせながら取り外すと、ある程度の針は手で取り除けます。型から取り出すとこのようになりました。材料が足らないと、このように成形不良を起こしてしまいます。こうなってしまった場合の対処方法をご説明します。隙間が空いてしまった部分に、切れ端部分のランナーを置きます。溶け広がることも考慮して、中心にも少し足しておくといいでしょう。あとは、ヘアアイロンでプレスし直せば完了です。針を取り除くとこのようになりました。成形不良を起こしてたパーツも綺麗に仕上がってます。型通り、パーツを抜けたのではないでしょうか。2つを接着して隙間埋めを兼ねた伸ばしランナーで補強しました。形を整えるとこのようになりました。剣の方も整えました。このツボもランナーから作ったものです。ランナーから剣と盾の自作パーツを作ることができました。ここからさらに細部を作り込んで HG のグリムギルデに装着する予定でいます。剣と盾、ソード&シールド、ガンプラのビームサーベルに使われている軟質樹脂でも型取りできます。ただ、軟質樹脂はナイフでサクサク切れるので型から作るよりもプラ板にしてから切り出した方が楽な気がしました。いろんな色のランナーを混ぜるとこのようなものも作れます。前回の動画に使ったプラ板も再成形したものです。裏面がリバーシブルになってます。混ぜたり重ねたりすることでいろいろな表現ができます。ランナーの色を活かして試行錯誤するのも面白いです。今日は入手性の良い素材で型を作り、ヘアアイロンでランナーを再成形し、エコな自作パーツを作る方法をご紹介いたしました。この方法は厚紙なので曲線のデザインを容易に作れるメリットがあります。デメリットを挙げるとすると、複雑な形状を作るのには不向きな点です。型の耐久性はそこまで高くはありませんが、10回以上使っても潰れずに使えました。仮に潰れてしまったとしても作り直すのも簡単です。余ったランナーの消費の一役になれば幸いです。愛はカッティングマットにあるニッケログの提供でお送りいたしました。